皆さんこんにちは。金子です。今日は住まいと一人暮らしについてお話しします。近年、都市部を中心に住まいの選択肢は多様化しています。賃貸アパートやマンション、一軒家、一戸建てなど様々な住居形態が見られます。人々の生活スタイルや価値観の変化に伴い、住まいに求められる条件も変わってきました。特に一人暮らしをする人にとって住環境は毎日の生活の質を大きく左右する重要な要素です。本校では賃貸住宅を中心に住まいの条件や一人暮らしの特徴、近所付き合いなどについて考えていきます。まず、賃貸アパートやマンションを探す際、多くの人が最初に確認するのは家賃です。家賃は毎月支払う必要があるため、収入とのバランスを考えなければなりません。家賃が安くても管理費が高い場合もあります。そのため、管理費が無料かどうかは大切なポイントです。また、契約時には敷金や礼金が必要な場合があります。敷金は退去時に戻ってくることが多いですが、礼金は基本的に返ってきません。そのため、礼金がただ、つまり無料の物件は非常に人気があります。次に、立地条件も重要です。駅から徒歩5分以内の物件は、通勤や通学に便利で、多くの人に選ばれています。徒歩5分という距離は、雨の日や暑い日でも負担が少なく、生活しやすい条件の一つです。さらに、周辺にスーパーやコンビニ、カフェがあるかどうかも、日常生活の便利さに大きく関係します。近所にお気に入りのカフェがあると、休日の楽しみも増えるでしょう。建物の構造や向きも住み心地に影響します。3階建てのマンションはエレベーターがない場合もありますが、比較的静かで落ち着いた環境が多いです。南向きの部屋は日当たりがいいため、冬でも部屋が明るく暖かく感じられます。日当たりがいい部屋は洗濯物も乾きやすく、物干しを使う際にも便利です。また、眺めがいい部屋は気分転換にもなり、精神的なゆとりを与えてくれます。築年数も多くの人が気にする点です。築10年の建物は新築ほどではありませんが、設備が比較的新しく、家賃も抑えられていることが多いです。しっかり管理されているマンションであれば、築年数が多少古くても快適に暮らすことができます。自転車を使う人にとっては、自転車置き場があるかどうかも重要です。自転車置き場が整備されていないと、毎日の生活に不便を感じることがあります。一人暮らしの場合、部屋の広さだけでなく、水回りの状態も大切です。風呂場や洗面所が清潔で使いやすいことは健康的な生活につながります。特に一人住まいでは体調を崩した時にも安心して使える設備が必要です。
また、収納スペースや物干しの場所が十分にあるかどうかも生活のしやすさを左右します。一人暮らしや一人住まいは自由な生活ができる反面、孤独を感じることもあります。そのため、近所付き合いの雰囲気も重要です。近所付き合いが適度にあり、挨拶を交わせる関係があると安心して暮らすことができます。一方で、干渉が少なく、プライバシーが守られる環境を好む人もいます。自分に合った近所付き合いの形を見つけることが大切です。住まいは人間関係にも影響を与えます。例えば、彼と付き合うようになり、将来を考えるようになると、住まいの条件も変わってきます。今は一人暮らしでも将来は一軒家や一戸建てに住みたいと考える人も多いでしょう。一軒家や一戸建ては家族で暮らす場合に向いており、近所とのつながりもより深くなる傾向があります。マンション生活には多くの利点がありますが、一方で音やルールに気をつける必要があります。管理がしっかりしているマンションでは、共用部分が清潔に保たれ、安心して生活できます。管理費が適切に使われているかどうかも、長く住む上で重要なポイントです。住まい選びは単に条件を比べるだけではなく、自分の生活スタイルや将来の計画を考えることが大切です。家賃、立地、日当たり、設備、近所付き合いなど様々な要素を総合的に考える必要があります。その上で自分にとって最も住みやすい環境を選ばなければなりません。最後に、住まいは生活の基盤であり、心の安定にも大きく関わっています。快適な賃貸アパートやマンションでの一人暮らしは、仕事や勉強への集中力を高め、充実した毎日を支えてくれます。将来、一戸建てや一軒家に住むという目標を持つことも大切です。しかし、今の住まいでの生活を大切にすることが、より良い人生につながると考えられます。皆さんこんにちは。金子です。今日は、住まいと一人暮らしについてお話しします。近年、都市部を中心に住まいの選択肢は多様化しています。賃貸アパートやマンション、一軒家、一戸建てなど様々な住居形態が見られます。人々の生活スタイルや価値観の変化に伴い、住まいに求められる条件も変わってきました。特に一人暮らしをする人にとって住環境は毎日の生活の質を大きく左右する重要な要素です。本校では賃貸住宅を中心に住まいの条件や一人暮らしの特徴、近所付き合いなどについて考えていきます。まず、賃貸アパートやマンションを探す際、多くの人が最初に確認するのは家賃です。家賃は毎月支払う必要があるため、収入とのバランスを考えなければなりません。家賃が安くても管理費が高い場合もあります。
そのため、管理費が無料かどうかは大切なポイントです。また、契約時には、敷金や礼金が必要な場合があります。敷金は退去時に戻ってくることが多いですが、礼金は基本的に返ってきません。そのため、礼金がただ、つまり無料の物件は非常に人気があります。次に、立地条件も重要です。駅から徒歩5分以内の物件は、通勤や通学に便利で、多くの人に選ばれています。徒歩5分という距離は、雨の日や暑い日でも負担が少なく、生活しやすい条件の一つです。さらに、周辺にスーパーやコンビニ、カフェがあるかどうかも、日常生活の便利さに大きく関係します。近所にお気に入りのカフェがあると、休日の楽しみも増えるでしょう。建物の構造や向きも住み心地に影響します。3階建てのマンションはエレベーターがない場合もありますが、比較的静かで落ち着いた環境が多いです。南向きの部屋は日当たりがいいため、冬でも部屋が明るく暖かく感じられます。日当たりがいい部屋は洗濯物も乾きやすく、物干しを使う際にも便利です。また、眺めがいい部屋は気分転換にもなり、精神的なゆとりを与えてくれます。築年数も多くの人が気にする点です。築10年の建物は新築ほどではありませんが、設備が比較的新しく、家賃も抑えられていることが多いです。しっかり管理されているマンションであれば、築年数が多少古くても快適に暮らすことができます。自転車を使う人にとっては、自転車置き場があるかどうかも重要です。自転車置き場が整備されていないと、毎日の生活に不便を感じることがあります。一人暮らしの場合、部屋の広さだけでなく、水回りの状態も大切です。風呂場や洗面所が清潔で使いやすいことは健康的な生活につながります。特に一人住まいでは体調を崩した時にも安心して使える設備が必要です。また、収納スペースや物干しの場所が十分にあるかどうかも生活のしやすさを左右します。一人暮らしや一人住まいは自由な生活ができる反面、孤独を感じることもあります。そのため、近所付き合いの雰囲気も重要です。近所付き合いが適度にあり、挨拶を交わせる関係があると安心して暮らすことができます。一方で、干渉が少なく、プライバシーが守られる環境を好む人もいます。自分に合った近所付き合いの形を見つけることが大切です。住まいは人間関係にも影響を与えます。例えば、彼と付き合うようになり、将来を考えるようになると、住まいの条件も変わってきます。今は一人暮らしでも将来は一軒家や一戸建てに住みたいと考える人も多いでしょう。一軒家や一戸建ては家族で暮らす場合に向いており、
近所とのつながりもより深くなる傾向があります。マンション生活には多くの利点がありますが、一方で音やルールに気をつける必要があります。管理がしっかりしているマンションでは、共用部分が清潔に保たれ、安心して生活できます。管理費が適切に使われているかどうかも、長く住む上で重要なポイントです。住まい選びは単に条件を比べるだけではなく、自分の生活スタイルや将来の計画を考えることが大切です。家賃、立地、日当たり、設備、近所付き合いなど様々な要素を総合的に考える必要があります。その上で自分にとって最も住みやすい環境を選ばなければなりません。最後に、住まいは生活の基盤であり、心の安定にも大きく関わっています。快適な賃貸アパートやマンションでの一人暮らしは、仕事や勉強への集中力を高め、充実した毎日を支えてくれます。将来、一戸建てや一軒家に住むという目標を持つことも大切です。しかし、今の住まいでの生活を大切にすることが、より良い人生につながると考えられます。